効果はまだわからない。3度嫁返り2700万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。今回は大丈夫か新型ワクチン、見えてきたコロナワクチンの実態についての究極のまとめです。ワクチン関係の本はたくさん出ていていろんな考え方があります。人生学校チャンネルはどちら派という考えはありませんので、いろんな視点で勉強できると良いと思っています。今回は声がとても素敵な名誉メンバーの松平さんにナレーションを担当してもらいます。人生学校チャンネルに出演していただくことで人生を変える一つのきっかけになればと思います。それではよろしくお願いいたします。こんにちは。はじめまして、松平敦美です。それでは究極の結論から何ですかというと、それは DNA ワクチンの効果はまだわからないです。この本から得られるものはズバリワクチン接種のメリット、デメリットについての理解がより深まるということです。その上で自分がワクチンを接種するかしないかの選択がしやすくなると思うんですよね。著者の岡田さんは新潟大学名誉教授で医学博士です。動脈硬化症、予防内科学など研究と診療に従事され、LDL コレステロールの測定法というのを世界に先駆けて開発された方です。この本は世界の研究者の学術論文などのエビデンスをもとにしたワクチン接種のメリット、デメリットを多くの人に理解してもらうために書き上げられています。それでは究極の目次からいきましょう。1、はじめに。2、遺伝子ワクチンの作るトゲトゲタンパクの危険性とは。3、DNA ワクチンは10年以上経たないと安心できない。4、ワクチン接種がウイルスの変異を促進する。5、2ヶ月から6ヶ月のワクチン効果では集団免疫は無理。6、治療薬の完成を待った方が良い理由とは。それでは本題いきましょう。1、はじめに。多くの政治家や専門家はワクチンを接種することに対するメリットしか述べていないことが多いと書かれています。多くの政治家や専門家がメリットしか言わない背景はいろいろとあるとは思いますが、その一つはワクチン費用の回収にあるのではというのですね。コロナワクチンは海外のものですので輸入していて確かに莫大な費用がかかっているはずですよね。すると一人でも多くの人に接種してもらう必要があるという側面が存在するというわけです。また専門家の人の中には医療関係の人からお金をもらってワクチン接種の普及をしている側面も指摘されています。物事にはメリット、デメリットがある中でどちらか一方だけしか知らないということは正しい判断ができづらくなります。だからこそ筆者はぜひともワクチン接種のデメリットも理解してほしいという思いで本書を書き上げられています。ちなみにこの本に書かれている内容は世界各国の研究者が学術論文として発表したエビデンス、あるいは信頼のおける海外メディアが綿密な取材をしてまとめたデータに基づいているそうです。2、遺伝子ワクチンの作るトゲトゲタンパクの危険性とは。トゲトゲタンパクの危険性の話をする前に、まずはトゲトゲタンパクの用語の説明をさせていただきます。新型コロナウイルスの表面にはスパイクタンパクと呼ばれるトゲトゲがあります。これをトゲトゲタンパクと呼んでいます。ウイルスはこれを人の細胞表面にある ACE2 という部位に接着させて侵入しています。つまりウイルスにとっては大切な部分であって人にとっては厄介なものというわけです。それでは本題のトゲトゲタンパクの危険性についていきましょう。トゲトゲタンパクの危険性とは何ですかというと、それは様々な細胞や酵素にある糖鎖を切断してしまうです。糖鎖とは血液中の栄養素やホルモンを取り込んだり、血圧を調整したり、血液をサラサラにするなど、とても大切な役割を担っています。ですが、このトゲトゲタンパクはこの大事な糖鎖を切断してしまうというのですよね。ここからはあくまでも推測に過ぎないのだそうですが、糖鎖が切断されることによって結果的に自己免疫病やそれ以
外の病気になったりする可能性があるのだそうです。ですので、遺伝子ワクチンの作るトゲトゲタンパクは人体に悪影響を与える可能性があるのではというのですよね。あくまでも推測です。3、DNA ワクチンは10年以上経たないと安心できない？ DNA ワクチンが10年以上経たないと安心できないという理由には大きく2つあると言います。1つ目は DNA ワクチンは人体の DNA に取り込まれてしまう可能性があるのですが、10年くらい経たないと取り込まれたかどうかが判断できないというのですよね。もし仮に人体の DNA に取り込まれた場合、トゲトゲタンパクが永遠に作られて免疫反応が続いて予期せぬ健康障害が引き起こされる可能性があると言います。2つ目はワクチンによるコロナの遺伝子は人体のどこの遺伝子に組み込まれるのかがわからないのだそうです。これも10年くらい経たないと判断ができないそうです。例えばですが、ワクチンによるコロナの遺伝子が何かの病気を促進する遺伝子の付近に組み込まれた場合には、その病気のリスクが高まってしまうと言います。いずれにしても、たくさんの人にワクチンを打っていくと、ワクチンによるコロナの遺伝子が DNA の危険な部分に組み込まれてしまう可能性も出てくるというのですね。4、ワクチン接種がウイルスの変異を促進する？人の DNA はファスナーのように2本で1組のような紐状になっています。その片方に変異が生じると酵素が自動的に見つけ出し修復してくれるのですが、コロナウイルスに関しては1本の RNA しか持たないので自動修復機能が効かないと言います。そのため突然変異が溜まっていくことになると言います。そこで自然淘汰が働いてワクチン接種による中和抗体または特効薬から逃れることができた変異を有するウイルスだけが生き残っていくことが推測されると言います。以上の考察からウイルスの変異を促す要因は2つあるそうです。それは1、感染が濃厚に発生していること。2、ワクチン接種が大集団で密に行われていることです。5、2ヶ月から6ヶ月のワクチン効果では集団免疫は無理？集団免疫とは大勢の人が自然感染やワクチン接種によって免疫を獲得すると人から人への感染が起こりにくくなって流行の収束や再発の予防が期待できる状態のことですが、以下の8つの理由からワクチン接種による集団免疫の効果は永久に期待できないと述べられているんですよね。1、大勢の人を一斉に接種するのは不可能なため。2、最初の方で接種した人は効果がすでに切れているため。3、ワクチンの効果そのものに疑問があるため。4、2回接種しても感染する人が多いため。5、マスク、手洗い、飲食の禁止など守らない人がいる限り感染は収束しないため。6、例えばはしかの免疫は終生続くため集団免疫が意味を持つのですが、新型コロナウイルスは性質が異なるため。7、接種者が増えれば増えるほどワクチンによってできた中和抗体を逃れる変異ウイルスが出てくるのでいたちごっこになるため。8、強力すぎるワクチンのせいでウイルスが凶悪化し悲劇を招く恐れもあるため。以上です。ワクチン接種による集団免疫の効果は永久に期待できないなんて医者博士が言われているのですから、結構衝撃的な内容ですよね。6、治療薬の完成を待った方がいい理由とは？なぜ治療薬の完成を待った方がいいのかというと、それは効果の高い新薬が開発されるからです。具体的に言うと、新薬開発のターゲットは3種類と言います。1、トゲトゲタンパク自体をブロックする薬。2、トゲトゲタンパクの機能を助ける酵素を止める薬。3、トゲトゲタンパクと受け皿の結合を抑える薬。しかしながら懸念点があると言います。現状、許認可権を持つ米国の政府機関 FDA と感染症対策の総本山と言われる米国疾病予防管理センター CDC のごたごただったり、コロナ騒ぎの中
中、ワクチンや新薬の申請が殺到し、手の回らない状態が続いているのだそうです。その結果、コロナワクチンがそうだったように、慎重であるべき新薬の審査がかなりずさんになっているというのですよね。世界中の多くの人がすでに打っているコロナワクチン、できる限り安全性を担保した形での普及が進むことをお祈りいたします。全体まとめます。DNA ワクチンの効果はまだわからない。各目次についてのポイントをおさらいしましょう。1、はじめに、多くの政治家や専門家はワクチン接種のメリットしか述べられていないので、国民が正しい判断をすることが困難になっている。2、遺伝子ワクチンの作るトゲトゲタンパクの危険性とは、トゲトゲタンパクが様々な細胞や酵素にある糖鎖を切断してしまい、自己免疫病やそれ以外の病気になったりする可能性がある。3、ワクチン接種がウイルスの変異を促進する。ワクチン接種がウイルスの変異を促進する。ウイルスの変異を促す要因は2つ。1、感染が濃厚に発生している。2、ワクチン接種が大集団で密に行われている。4、2ヶ月から6ヶ月のワクチン効果では集団免疫は無理。ワクチン接種が集団免疫の効果は永久に期待できない。5、治療薬の完成を待った方がいい理由とは、効果の高い新薬が開発されるから。以上です。はい、人生学校からの追伸です。ワクチン接種をするかしないかは意見が分かれると思いますが、お互いの意見を批判することだけは避けられると良さそうだなと思いましたね。ワクチンを打つ、打たないで人が分断されることは最も避けたいところです。ウイルスより実は人間たちの方が怖かったなんてことにならないように。大丈夫か？新型ワクチン。見えてきたコロナワクチンの実態。究極のまとめいかがでしたか？最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは信頼できる情報を自ら収集することで客観的な判断がしやすくなります。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。